起立多数、お静かに。決議すべきものと決しました。会議室の中で審議しているのではなく、難民申請中でも強制送還が可能な入管難民法改正案、国会で審議が進む中、日々抗議の声が広まっています。その中心にいるのが20代の若者です。私たちバンドは大学生、高校生のメンバーが中心になり、東京入管、牛久入管での面会支援などを通して多くの当事者の方からお話を伺ってきました。支援の現場で入管問題の現実を日々目の当たりにする立場からすれば、入管法の改悪案が人を死に追いやるほど残酷な法案であること、入管の方針に何の道理もないことは明らかです。帰国できない当事者をさらに追い詰めるために入管の権限を強化する法改悪は全く必要ありません。入管法の廃案に向けて声を上げる若者を取材しました。お疲れ様です。難民支援団体バンドです。メンバーの平均年齢は20代前半、学生が運営の中心を担っています。中心メンバーの一人、前田咲さんです。弁護士になりたくて法学部に入ろうっていうのは思ってたんですけど、それがこう社会的に弱い立場にある人に寄り添ってというか、そういう立場に立って何か活動がしたいってなった時に、そこでウィシュマさんの事件を知って、こんなにひどいことがあって、本当外国人が日本で収容されてるっていうのを知らなくて、続けていくうちに社会が変わるっていうか、確かに意味があるなっていうのを実感して、ここまで続けられてるっていう感じです。自分自身も生きづらさを抱えて生きてきたという前田さんにとって、難民の置かれた状況は衝撃だったといいます。退去強制令出てほとんど帰ってる 99% 帰ってるので、その残りの 1% を返そうとして、帰れないって言ってるのに、そんな感じクラスに留学生がいたり、海外にルーツのある友達がいるのが当たり前という若い世代。入管法は身近な問題と捉えています。今のところの潮流にまとめていけたら、すごく結局変わってないし、またこういう改悪法案出してきてね、学生だっていろいろそういう社会的な力を持っているので、やっぱりお手伝い的なポジションでは当然ないので、やっぱりどちらかといえばそういう学生の人を中心にいろいろアイデアを出してもらいながら、応援をしてもらうところになってもらいたいと思います。この日国会で開かれた集会もバンドの学生が運営の中心を担いました。在留資格を持たない人の中には日本で生まれ育った子どもたちも含まれます。このようにただ日本人でないというだけで、周りのみんなが当たり前のように持つ選択肢を与えられて、将来を自由に思い描くことが許されない子どもたちがいます。未成年当事者の声を聞くっていうことで、実際この会場にはいらっしゃらないんですけど、電話でつないで実際どういう今状況に置かれているのかっていう、広く発信してっていう会になります。生まれた国はどこですか？日本です。あなたにとって自分の言葉は何語ですか？日本語です。日本語以外の言葉の読み書きはできますか？できません。私たちのようなビザのない子どもたちにビザをください。
当事者の命が人生がかかっています。絶対に止めないと、絶対に廃案にしないといけません。引き続き国会内、そして多くの世論の声でこの改悪法案を廃案にしましょう。東京入国管理局です。収容されている人との面会はバンドの軸となる活動です。あとそう股関節がすごく痛いっていう人も入管の判断でもう痛み止めが出されないっていうことがあって、適切な治療対処っていうのを私たちとしても求めて入管側に引き続き求めていきたいと思っています。前田さんは面会に来るたび悲しみや苦しみを追体験するといいます。私たちがその当事者の方の声を聞いて、そこから変えていくために入管に対して抗議して監視の目を向け続けるっていうのもそうですし、社会に対してもこんなにおかしいこと、こんなにひどいことが当たり前のようにまかり通ってるんだっていうところを訴えて活動も続けていきたいというふうに改めて思いました。この日、前田さんはバンドを代表して初めて大規模集会でのスピーチを行うことになりました。最初はすごい怖かったです。それこそアンチみたいな人もいっぱいいるじゃないですか。でも自分個人叩かれるよりよっぽど外国人は帰れとか言われる方が悲しいし傷つきますけど、なんかそこの勇気というか、自分学生が一人の学生がこうやって動いてるんだっていうところをすごく示したかったっていうところはありますね。今まで実際に人を死ぬまで痛めつけてきたにもかかわらず、当事者の抱えている事情を完全に無視して自らを正当化しようとするその神経が本当に信じられません。怒りに震えます。今の入管庁は一体何から守っているんでしょうか。当事者にルールを守るという前に、まず自分たちが憲法と国